質問を募集していたものに対して答えていきたいと思います。どのくらいの期間で14キロ痩せましたか？運動は1日何をどれぐらいしていますか？皆さんこんにちは、安藤エリナです。今日は事前にインスタグラムで皆さんに、質問を募集していたものに対して答えていきたいと思います。ダイエットのことはもちろん、プライベートのことだったり、あとは美容のことなどお話をしていきたいと思います。この YouTube チャンネルエリナズチョイスも、登録者1万人を突破しました。嬉しい。今現在 1.4 万人ですかね。こんなにたくさんの方にね見てもらえてると思うとすごく嬉しい気持ちで本当にいっぱいです。ありがとうございます。いつもコメントも全部読んでいます。想像以上にねたくさんの方に質問をいただいたんですけども、もう全部ね答えきれないっていうのはすごく残念なんですけども、特にその中でも同じ質問とかねたくさん多かったものを全部で15個今日は答えていきたいと思います。ではまず質問1、どのくらいの期間で14キロ痩せましたかというご質問なんですけれども、食べないダイエットをね私は5年くらいしていました。でそこから食べて痩せるダイエットに切り替えて生活習慣を改善したりだとか、あと糖質制限をやめたりとかして、で健康的にねバランスよく食べ始めてから初めの2ヶ月とかは体重は変わりませんでした。で3ヶ月目からなんか徐々に月に1キロないし2キロペースでゆるーくこう落ちていって、だいたい半年で8キロぐらい痩せたというような感じです。でそこからむくみだったり脂肪だったりが落ちて、なんかゆるゆるっと合計マイナス14キロになったような感じです。で、やめた10のことマイナス14キロでもお話ししたんですけれども、私のダイエット法はその一発逆転っていうんですか、1ヶ月例えばマイナス5キロとかそういったようなものではなくて、ストイックすぎないダイエット法だったり、減量の期間もこれぐらいの緩さの方が長い目で見てリバウンドしにくいのではないのかなっていうふうに思います。ではクエスチョン2です。ダイエットのモチベーションが高い時もあれば何もしたくない時があります。エリナさんどう保っていますかっていうことなんですけれども、今よりもこう痩せて健康的に綺麗になることが自分にとってどれぐらいメリットがあることで、どれぐらいの価値があることなのかで、自分の目標に向かって、挑戦できてやりたいことを思い切りできて、そうなると自分にとってどのぐらい幸せ度数が上がるのかなっていうことを常に考えています。で痩せたらどんな風に自分の生活が豊かになるんだろうっていうこの思いが明確なほど、自分の体を絶対に変えたいんだっていう気持ちが強ければ強いほど、人と比べることも前よりかは少なくなったし、ゴールへの道のりも近いんじゃないかなというふうに思います。もうちょっとオーバーに言ってしまうと、本当に痩せたらなんか世界が広がるというか、人生観が本当に変わります。そんなね目標を明確に立てられたらいいですね。クエスチョン3、運動は1日何をどれぐらいしていますか？この質問すごく多かったです。そうですね、毎日必ず続けているっていうのは2つあって、ワンちゃんのお散歩をちょっとこう長めに行ったりだとか、あとは、ストレッチを必ず、どんだけ疲れててもどれだけ眠くても必ずします。あと眠れない夜とかにストレッチをすると、お仕事のこととか考えたりとか、なんかいろいろ考え事をしているとすごい興奮しちゃって寝れないっていうことが結構多々あって、そういう時にストレッチをすると副交感神経が優位になるので、ものすごく眠りに入りやすかったり、あとはやっぱりこう一日のむくみを必ずねストレッチで取ったりとかしたいので、運動ができなくても歩けなくてもストレッチだけは必ず行います。お風呂上がりとか、あとは、寝る前ベッドの上でとか必ずしますね。生理前のダイエット Vlog でもストレッチをやっているんですけども、生理前生理中はすごくやっぱり体が溜め込みやすくてなんか重いので、特に念入りにストレッチをするようにしています。で走ったりとかそういったこうバイクを漕いだりとか有酸素的なことはしないですね。昔は本当に取りつかれたようにやっていたんですけど、なんかもう昔で懲りてしまったっていうか、
今はそういう激しい運動はしていないです。でジムにも通っていないです。でヨガに行くのもこの時期なので自粛して我慢しています。ダンスも習いに行きたいけれども自粛しています。宅トレは結構しますね。これからもねこの動画で上げていきたいなとは思っているんですけども、二の腕のペットボトル持ってこう引き締めだったりだとか、あとはやっぱりこう30を超えるとどんどん重力とともに体が全部お顔も体もお尻も下に下がってきちゃうじゃないですか。その重力が最近すごく怖くて頑張ってヒップトレーニングとかもしています。やっぱり部分的なこの引き締め痩せるっていうのは食事だけではどうにもならないことなので、部分的な引き締めをお家でそうですねやるときはでも長くはやらないです。1回にもう5分の時もあれば10分の時もあればまちまちですね。あとは私がそのヨガのインストラクターでもあるのでお家で例えば寝入りに1時間とか1時間半とかヨガをすることがあります。クエスチョン4、エリナさんはお菓子は食べないですか？私はどうしてもお菓子がやめられません。どうしたらいいですか？という質問です。私はねお菓子は買っては食べないです。でもこう禁止にしているっていうわけではなくて甘いものは大好き。もうパンケーキ、クレープ、パフェ、もう3大好きなものです。で例えばお菓子を食べるなら量だったりとか週にどれぐらいっていうものをちゃんと決めて食べるようにしますね。お菓子よりかは例えばちょっとおしゃれなカフェとか、あとはスイーツが美味しい名店とかで一つだけ自分が本当に食べたいものを選んで食べますね。その理由は満足度が高いからです。モチベーションが上がるおしゃれな空間で温かい飲み物を入れて座って幸せを感じながら美味しく食べるのか、お家でダラダラこうお菓子あるものをつまんで食べて一体どれぐらい食べたかわからないと思いながらねこうお菓子を食べるのとではやっぱり満足度も違うと思うんですね。お菓子を食べちゃダメなんじゃなくて一番の問題は食べ過ぎ、お菓子の依存です。そもそも食事の満足度が高いとだらだら食べ過ぎるってこともありませんよね。お菓子を一切断つっていうのではなくて一番大事なのはしっかり食事をバランスよく3食とってる上でお菓子を食べるということです。そうすることできっと食べ過ぎるっていうこともなくなるし、量や回数をしっかり決めてお菓子を楽しんでくださいね。クエスチョン5、停滞期の乗り越え方が知りたいです。チートデーとか作っていますか？っていう質問です。今いろんなことに気をつけている状況かな。それでこう何をどう頑張っても体重計の針が動かないっていうことなんですかね。私の場合はダイエットでも仕事でも恋愛でも押してダメだったら一度引きます。例えば今ダイエットをめちゃめちゃ頑張ってるとしたら1日でも1度でもちょっとダイエットをやめてみる、お休みしてみる。で無茶な食べ方をしろって言ってるわけじゃなくてね、翌日の体重計の数字と相談をしながら食べたいものを食べてみたいだとか、私も自分では知らず知らずのうちに頑張りすぎちゃって遠回りをしすぎちゃうことがあって、なのでたまにはこう開き直ったりだとか立ち止まったりすることも重要かなというふうに思います。減量中も今も毎日日頃満足度の高い食事をしているのでチートデーというのは作ってないんですけど、もちろん私も食べ過ぎることがあります。昨日も食べ過ぎて今日体重計が 400g ぐらいアップしていたんですけども、昨日なんて普通に朝ごはん食べてちょっと軽めにしたのかな。でお昼ご飯にパスタを食べて夕方にケーキを食べて夜はしゃぶしゃぶでたくさんお肉を食べました。停滞期っていうのはね、どんなダイエットをしてる方でも必ず起こりうること、通る道だし、体重計の針が動かないとイライラするし不安にもなるし、なんだかこう自分が怠けてるのかなっていう気持ちにもなっちゃいがちなんですけども、停滞期も立派な体を作るための必要な時間だったりもするから焦らなくて大丈夫ですよ。クエスチョン6、サプリやプロテインは飲んでいますかっていうご質問です。
私は今体の不調とかはないのでサプリとかは飲んでないんですけども、すごく興味はあります。なのでなんか自分がいろいろ調べたり試飲してみて、これいいなって思うものがあったらこれからは取り入れていきたいなというふうにも思っています。プロテインは今は飲んでいないです。昔その過度な運動をしていた頃は大豆系のプロテインを飲んでいました。クエスチョン7、食べないダイエットから食べて痩せようと思って食べ始めた時、太るんじゃないかと怖くなかったですかっていうご質問です。いや、めっちゃ怖かったです。もう何度も挫折をしました。恐る恐る何度もこう食べようっていう風に試みるんですけども、だって今食べないでめちゃめちゃ運動して太ってるのに、これ以上さらに食べると太るに決まってるでしょっていう風に思っていたんですよ。自分が今現在省エネ体質だっていうことを全く自覚していなかったので、そんな風に思っていたんですね。でも何が一番ってやっぱり自分の体をどうしても変えたいっていう気持ちが強かったんですよ。もういろんな我慢ダイエットをして最終的に思ったのは、この食べないで太っている省エネ体質から食べて燃やす体質に変えていかなきゃならないというふうに自分の中で答えが出たので、こう勉強しながら友達に背中を押してもらいながら正しい栄養の知識を取り入れて食べる努力をしたというような感じです。クエスチョン8、いつもツヤツヤでお肌が綺麗です。スキンケアを教えてくださいということなんですけど、ツヤツヤっていうかね、テカってるだけなんですよね。でもお肌は20代の頃よりも今が一番褒めていただけます。毎日必ず行っていることといえばパックですね。パックを塗る前にちょっとその浸透が良くなる美容液をつけて、でパックを毎日しながら髪の毛を乾かしながら YouTube を見ながら毎日のこれがルーティンです。あとスキンケアはもちろん季節によってもね変えていて、私乾燥肌なんですけども、今はたっぷり化粧水を塗った後に韓国系の基礎化粧を使っています。ハクスリーさんとかイニスフリーさんとかね、自分の肌にものすごくあるので、今度そういったナイトルーティンとかモーニングルーティンとか取れたらいいな。クエスチョン9、何にもやる気が起きません。カツを入れてください。はい、っていうことなんですけれども、もう本当私もあります。もうダラダラ大好きです。寝るのも大好きだし、1週間に1回ぐらい本当にもう何にもしたくないっていう日とかね、ざらにあるんです。10年後の自分にときめくっていうのが私のこの会社のコンセプトでもあるんですけども、数年後の自分も好きでいたいし、年を重ねるたびにがっかりしたくないし、忙しくても結婚しても子育てをしていてもいつまでも健康で美しくいたいから、今の自分にできることケアだったりだとかを毎日コツコツ続けていきたいなというふうに思っています。クエスチョン10、この質問もすごく多くてどうしようかなと思ったんですけど、旦那さんとはどうやって知り合いましたか？普段の家事の分担、デートプランなどなど教えてくださいっていうことです。私の親友と旦那さんのお友達同士がくっつけてくださった感じで紹介してもらってお付き合いを始めて結婚したというような感じです。家事の分担はほぼほぼ私ですけれど、例えば私が大阪に行くとかちょっと出張で家を出て帰ってきたら旦那さんの家事のレベルが上がったりだとか、いろいろお手伝いとかもしてくれるようになるので、ちょっと定期的にこれはどっか行かないといけないなっていうふうに思っています。デートプランは映画を見るのが好きですね。レイトショーに行ったりだとか、あとは夜カフェ巡りとか、そんなちょっとどっちかというとフェミニン系の旦那さんなので女子会っぽくいつもたくさんおしゃべりをしています。クエスチョン11、
朝はお腹が空かないので3食食べられません。3食食べないと痩せられませんかっていう質問がものすごく多かったです。体質とかもねあると思うんですけれども、例えば、お腹が空くような夕飯にしてみるとか、当然のことですけども、例えば夕飯の量が多かったり内容自体が重かったり食べる時間が遅いと朝お腹って空きませんよね。理想は朝起きてお腹空いた、朝ごはん食べたいって感じられるのがベストなので、私はだいたい夕飯は20時までには食べられるように努力をしています。炭水化物は21時までに摂るというように工夫もしています。私のこのダイエット Vlog のように朝からしっかりバランスよく食べるのが理想的なんですけども、そういうのもできない方もいると思うので、朝は何でもいいから何も食べないよりかはフルーツだけとかおにぎりとか食べられたらいいですね。クエスチョン12、仕事が終わるのが遅くてお昼から夕飯までの時間が空いてしまい食べるのも遅いです。結局それで太りました。アドバイスをください。私だったらお昼と夕飯を食べ始めるであろうちょうど真ん中、例えば15時とか16時くらいに1回間食を挟みます。どうしてもねこの空腹の時間が長く続いてしまうと血糖値が下がって、次に例えばいきなりパンとかご飯とかねお菓子とか食べたら血糖値が爆上がりをします。その時にインスリンっていう肥満ホルモンが発生して体に脂肪を溜め込みやすくするんですね。この血糖値の乱効果っていうのが体に脂肪を一番溜め込みやすくするので、例えば低 GI のもの、さつまいもとかヨーグルトとかそういった間食を、栄養のある間食を一度挟みます。で、帰りが遅くなってしまうようであったら、ちょっと休憩時間とかがもしあればね、おにぎりとか炭水化物をまず食べておいて、で帰ったらおかずを食べるというように夕飯を2回分けて食べるようにします。クエスチョン13、食べることが怖くて太るのが嫌で子供や家族と同じご飯が食べられません。子供の食育にも悪いしどうしたらいいですかという質問です。これも結構多いです。インスタグラムとかでもねこういった質問結構いただくんですけども、私もこう痩せたいに執着して食べることが怖かった時期は家族と別のものを食べていました。例えば家族みんなは白米を食べるのに自分だけ別に玄米ご飯を炊いて食べたりだとか、あとは、すき焼きとかピザをデリバリーするとかだったら、食べないっていう選択肢か、すき焼きだったらお砂糖を入れる前にちょっと待ったって言って砂糖なしですき焼きを食べたりだとかしていましたね。でもいくらダイエット中って言ってもね、週に1回好きなものを食べたとしても残りの6日間がちゃんとバランスよくねお食事をとれていたら、そのたった1日で太るっていうことは経験上ありえないし、どうしても怖かったらちょっと家族に協力してもらったりとかして、例えば白米に玄米を混ぜてみるとか、お肉だったらバラ肉からちょっとこうもも肉とかヒレとかに変えてみるとか、調味料をケチャップ、マヨネーズ、ドレッシングをいっぱいかけるっていう習慣を変えて、ブラックペッパーとか香味野菜を使うとかチーズを使ってお料理のバリエーションを増やしてみるとか、こう家族みんなが美味しく感じられて満足度も高くて一緒に健康を目指していけたら、それもすごくなんか幸せなことかなっていうふうに思います。それにやっぱり自分で毎日献立を決められるっていうのは主婦の特権でもありますよね。クエスチョン14、ダイエットをしていたら急に生理が止まってしまいました。怖いです。病院に行くべきですかということなんですが、私もね過度なダイエットをしていた時は半年ぐらい生理が完全に止まりました。でまた来て止まって来て止まってを繰り返していて、結局婦人科に行って薬を処方してもらって飲み続けて生理を来させるっていうような感じでした。今ではねもう毎月きちんとぴったりぐらいに生理が来て PMS とかもだいぶなくなったんです。結構インスタのフォロワーさんからも DM とかで生理が止まっちゃいました、どうしたらいいですかとかね質問を多くいただいています。私も知らず知らずのうちになんか無意識に
頑張りすぎちゃうっていうことが、今生活してても結構あって、昔はもっとそれがひどくて、で気がついたらはっっていう風にもう頑張ってるっていう自覚が自分ではないんですよね。女性の体って自分が思ってる以上にストレスとか過度なダイエットにすごく敏感なんですね。なので生理が来なくなるまでダイエットを頑張るっていうのは絶対に NG です。なんか人間って必要なカロリーとか栄養が入ってこなくなると体はびっくりしてこう生命維持をするのに必死になって一番なくても困らないっていうのがね、人間の生殖機能らしいんですね。でそれをストップしまうっていう傾向があるということをね聞いたことがあります。めちゃくちゃ怖いですよね。それになんかずっとお薬を飲み続けるわけにもいかないじゃないですか。なので我慢ばかりのダイエットは今すぐやめましょう。最後クエスチョン15、上半身は痩せても昔から下半身だけが痩せません。足痩せには何をしたらいいですか？このお悩みもダントツ多いです。私自身もね、やっぱりお肉がすぐつくところって下半身なんですよね。お腹とか上半身、顔とかには年齢的にもそうなんですけどあんまりつかなくて、やっぱり足は昔から本当に痩せたいというふうに思っていました。で最近というか今年の初めぐらいからかなり続けているのがこの筋膜リリースほぐしですね。これで毎日お風呂上がりとか筋肉が柔らかくなっている時にコロコロしています。そうすると私がなんかネットで注文したデニムがなんか履けるんだけどパツパツでこれを始めてからはそれがスルッと履いて、こうデニムの後ろから見た時のこの横のシワ、1本の横のシワがなくなりました。筋膜リリースすごくおすすめです。もしなんかリクエストがあったらこの筋膜リリースの動画とかもね撮ってアップしたいなっていうふうに思っています。はい、以上になります。これからもね定期的にこの Q&A は続けていきたいなというふうに思っています。インスタグラムでも YouTube でもいつもたくさんのコメントとか DM とかでねいろんなお悩みとか相談をいただくので、少しでもね多くの人のお悩みに答えたいなっていう気持ちがいつもあって、今日はそんなお悩みに答えられてなんか良かったなっていうふうに思っています。この登録してくださっている1万人の方、見てくださっている方に感謝の気持ちを込めて、これからもねいろんなジャンルの動画もアップしていきたいと思っているので、これからもよろしくお願いします。今日もこの動画を見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方、参考になった方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。